This is the All Japan Championships 2024 of Shotokan Karate-Do International Federation Kumite Final Match. Paul Uglo and Mitsunobu Ito. They are instructors at the headquarters of the Shotokan Karate-Do International Federation. They train together regularly. Let's hear them talk about what went on behind the scenes of this match. The interviewer is Hiyori Kanazawa, a good friend of both of them. Please enjoy watching with multilingual subtitles.なんかまず私は試合の時ね、一番こういいところで見れる正面側のところで2人の試合だっつってもめちゃくちゃ震えながら iPad で動画回してたんだけど、2人はどうなの？緊張があったの？それともなんか逆にいつも稽古してる相手だから意外とリラックスしてたの？僕はもう決勝に2人で決勝になった時も緊張感もゼロになったんだよね。緊張感は伊藤先生の準決勝まで感じた。伊藤先生準決勝でもう相手も、もちろんねみんな強いで相手も強くて、勝てる負ける両方可能性があって、で伊藤先生の、応援してで勝ったじゃん、よし勝ったでやばい相手にしなきゃいけないでその後もう僕が勝つか伊藤先生が勝つどっちでも納得できるから緊張感は感じなかった。あとはもういい試合見せなきゃいけないのはもうそれ強く感じたけど、それいい試合見せられるの自信があったからお互い、緊張感は特になかった。あ、そうなんだ。爆緊張もうもちろんすごい嬉しさが大きくて、でまさかここまでいけると思わなかったし、でももうやっと夢が実現できるっていうふうに思って、その決勝が決まる前にもし2人になったらもう全力でぶつかろうねって言って話してて、決まって、でなんて話していいかも分からずだよね、実は決勝までほとんど喋ってなくて。そうだったの？だっても入るとこ一緒じゃない？違った？観客席も近かったんだけど実はちょっとこう距離取った。距離取ったというか、なんかあんまりこういつも通り喋れなくて、ででも心の中ではもう思いっきりぶつかるって決めて準備してたっていう感じです。だってずっと言ってたもんね、ポール先生と決勝行くために頑張りますってずっと言って稽古してたからね。はいはい。そっか。で試合始まってどっちが先とったわけ？なんか試合の流れ。伊藤先生。最初は僕が取りました。そうなんだ。そのさ取った時ってなんかどんな気持ちなの？なんかこっからまた攻めてぶつかっていくぞがまだ気持ちの中で継続してたのか、やべなんか取れちゃってどうしようっていう風になるのか。いやもう始まってもうポル先生と戦うってなって、もう僕の方に駆け引きする余裕はなかったんで、もちろん集中してやりますけど、もう自分から行かなきゃ、取れる時に取っとかなきゃっていう感じです。あ、そうなんだ。ポル先生は取られたって思って、まだ余裕だなって思って。でもあの時まだすごい落ち着いてた感じだったよね。落ち着いてた。そうだよね。正直、最後まで僕落ち着いてたな気がする。一番ね高井さんのは5-1だな。そんな差ついてるっけ？そう5-1。でも5-1でもやばいって思ってなくて、もう6-5で大丈夫だからって思ってた。すごいね。それ言っても負けたんだけど、だからそうだね。もう勝てるってずっと思いつつ
そうすごいバカに見えるんだけど、いや、逆に5-1差困んない、逆にそんなついてたっけ？まあ一回僕ダウンして、でそこからあと2、3ポイント取ったんでしたっけ？そうな、2-1な状態で1回反則自分やって、で2-1から5-1になったんで、だから1回落ちてからはもう本当にポル先生しか見えない状態、まあ、周りの音があんまり聞こえなくなって、もう本当にここだけの記憶しかないです。そのさ、ダウンしたところがもう見てるからしたらもう印象に残るじゃん。あの時ってどういう気持ちというか、どういう感覚だったの？取れたって思った感じ？だからまあ動画見たら僕の顔見て、あのバカも取れたって思ってるんだよね。完全反則なんだけど、自分の中でよっしゃーって感じで、振り向いたら、あ、やばい、もう完全に倒れてるところで、その後、まあ言い訳に聞こえるかもしれないんで、その後しばらくちょっと自信がないっていうか、ちょっと当てるの怖くて、しばらくね、でも何回か取られて、もうやるしかないでも最初ちょっと怖かったっていうか。そうなんだ。まあそれ私のせいなんだけど、もう怖くても当てるのも怖くてもやらなきゃいけないんだけど、でちょっとあった。あの時僕は逆に多分あのまま行ってたら、こう初めての決勝の舞台だし、尊敬する先輩との試合だし、6ポイントって初めての経験だったんで、いつも1ポイント勝負だったんですけど、6ポイント勝負っていうのが初めての経験だったんで、おそらくふわふわした状態で行ってたんだろうなっていう。逆にあれがあって吹っ切れてパーンいって、もうシュッっていう風になった気がします。あの時って記憶飛んだりしてないの？その瞬間はないですね。覚えてない？でも一瞬だけ。いやもうあの時本当焦ってさなんか別に、いやだから本当にどっちを応援するとかもちろんないじゃん。で2人の試合だから、でもでもすごい心配になっちゃって、でもまあ三野くんのことだからやってくれるだろうなって、なんかしっかり試合を続けてくれるだろうなって信じながらだったけども、すごい震えて、見てる方も怖かったよね、あの時は。いやそうですね、止められちゃうのが怖かったですね。そうだよね、試合もう終わりですってなっちゃうのがね。もうパッて起きて、なんかドクター来てて、もういい大丈夫ですいいって言いながらバランスこうフラフラしとったね。そうですね。そっか。あの後はどうだった？あの後どういう流れだったの？私あんまり見てない。試合？そう。だからその反則の後ね、反則の後3ポイント取られて、なので 2-1 で 5-1 までいった。なのでもう本当に試合何回見たんだけど、もう何やってるんだと思って。自分が？で一番最後その5ポイント目ね、伊藤先生の5ポイント目も僕もう前みたいな感じでそこで簡単にパンってこうカウンターされて、いやもうあの時も本当に素人みたいな動きしてて、でまあ見て感じる。実際あまり記憶がないんだけど。そうなんだ。自分たちの試合、お互いにやっぱり信頼関係があって、そういうのも了承済みというか、それも含めてもう本気でぶつかろうって言ってやった試合でもあったし、で何より嬉しかったのが、その試合の中で子どもたちの先生頑張れっていう声がずっと最初から最後まで流れてたというか、聞こえてた。
のは本当に力になったし、すごい嬉しい試合でしたね。ああいうのって聞こえてるもんなんだね。うん、聞こえてますね。聞こえてますね。僕あんまり記憶がないけど、聞こえてる。動画見たらみんな応援してくれてるなって思ってるんだけども、実際うるさいは分かってるけど、あんまり実際何言われてるの聞こえない。へえ、人によるんだね、ああいうの。まあ意識がそっちに行ってるっていうよりかは、すごく僕の中ではこう響いてるような感じですね。へえ、そうなんだ。まあ言ってくれてたのもね、その僕らが2人とも関わってる教え子だったんで、で子供たちも「先生たち頑張れ」って言ったり「ポル先生頑張れ」「伊藤先生頑張れ」ってこう交互に言ったりとかして、いや一番あったのはポル先生、伊藤先生頑張れって感じ。ちゃんと両方言ってた。ちゃんと両方言ってた。可愛いなと思って。もうね、何回見てもあれは可愛いですね。一番最初のヒデ先生が聞いたのはその緊張とか、僕一つ緊張というか恐れがあったのは、そんなに練習してきたね、ほとんど毎日で、まあほとんど2人で、なのでお互い分かりすぎて手が出ないの恐れがあった。でもそれ絶対ないよ。もう負けた方がマシと思って僕。なのでもうわざとじゃないけど、もう反則でもやらなきゃいけないって思って、でそんな試合ができたのはすごいまあ嬉しい。負けたのは悔しいけど、このいい試合を見せられたのはすごい嬉しい。そうだよね。すごい盛り上がっ会場もなんか一つになった感じがあったし、なんかそうだよね。普段一緒に稽古ずっとしてて、それをこう、まあ、結果というもので出てしまうその大会でやるって私はさ、男性としかほぼ稽古はしてないから、試合になったらまああんまり普段全然やんない人とっていうのしかあんまり経験してないんだけど、ね、一緒に稽古毎日してて、毎日じゃん、毎日向かい合ってやってる、どういう感覚それって？いやでも本当に今言ったように、そのお互い相手の動きとか特徴とか分かってる中で、それでもそこの先をいつも練習以上のことを出さないと、まあああいう決勝の舞台ではそういう責任があったかなって思ってて、でまあさっき言ったように自分が研修生として入ってからもう本当にずっと毎日一緒にいて一緒に稽古していただいて、もう一から叩き直してもらった先輩と、まあ、決勝のあの舞台でいつか戦いたいってずっと2人で話してて、でそれがやっと実現して、実現しただけじゃなくてそこでまあ今までの成果をぶつけたいっていう思いが大きかったです。なんか本当試合終わった後のなんか2人の握手だっけハグだっけわかんない、なんかあれもすごい印象的だったんだけど、あの時どんな気持ちだった？いやもう僕そのね試合が終わった直後なんか負けたなっては強く思ってた。でもまあ感謝はしてたね。まあだからね、まあ感謝ね、相手に感謝してたね、今まで一緒に頑張ってくれた、でいい試合もしてくれた、ね、反則僕やって倒れて、でもそこでもうすぐ立ち上がってこうやるってすごいいいことを見せてくれたし、でだからもう勝ち負けよりその
方法、そのどうやって勝つどうやって負けるのをもう、まあ、やっぱり武道を考えて見せたいんだよね。でそれもうお互い見せられたのすごい、まあ、ありがたいっていうか、その時全然質問と違うんだけど合ってる全然大丈夫、合ってるよ。いやそれ聞きたかった。そうですね、本当に、まあ、勝って嬉しいはその時あんまりなくて、もうあの試合ができたことへの感謝と、戦っていただいた先輩へのありがとう感謝と、本当にもうそれでもうとにかくなんか1位なんとか2位なんとかってアナウンスされてる時にもう早く行きたくてポル先生の元へポル先生って行きたくてかわいい。いやいや本当にまあそうだね、本当普段から見てるからすごいわかる。2人のなんていうのかな、勝ち負けじゃないところでのその本当今2人が言ってた感謝の気持ちっていうが2人の間であるのがすごく見えるから本当感動しました。試合終わったと話した多分2年前と去年ね全国大会が終わった3人とかでまた2人で、ね、食事行ったとかとあったんだけど、去年はなかったね。去年はなかったっけ？自分で帰った。あ、そっか。一昨年かハンバーガー行ったの。そう3人でね。そうそんな前か。僕があれで。そうだよね。そっか、どっか病院。病院行っちゃったんで。そっか。今年は食事なかったね。そうなんですよね。まあちょっとね、その試合だとちょっともう間開けたいね、ちょっとだけ考えさせたい。でもなんかそのあとここに本部に来た時にわかんない、あの時の会話が2人の初めてだったかわかんないけど、なんかポル先生が伊藤先生になんかおめでとうみたいなありがとうみたいな言ってたのはすごい印象に残ってる、事務所の中でね。そう。いやもう嬉しいね本当に。まあ本部の力を見せて、あとね、まあもちろんおめでたいもそうあるし、なんかここまでできたの大会、例えばまあその動画を見て思ってるか実際思ってるかあまり記憶がないんだけど、ね、例えばいい試合できるために相手が必要、いい相手が必要もそうなんだけど、審判もその組織自体、そこもね、審判が下手だったらいい試合ができないんだよね。でもその時審判が、ね、みんなすごいいい判断して、そこなんかその全てなんか感謝を感じたと思うね。まああとは何回試合を見てこうポーズして、ここちゃんとそれはできるんだけども、やるよねやるんだけど、僕その日も納得全然してた、もう負けたっていう感じがあったから、それでいやでも僕はポル先生にもおめでとう言ってもらったのもそうだし、裏で日和先生にもおめでとうって言ってもらったのも、もう本当にこの尊敬する先輩たちにおめでとうって言ってもらうのが一番嬉しいんで、いや結構頑張ったな自分ってそれで頑張ったよ。思いました。頑張った、本当にお疲れ様です。おめでとうございます。ありがとうございます。国際衝闘艦チャンネル、ぜひ次回も見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。